皆様こんにちは、セリナです。今回は12月10日より先行発売中、2026年1月16日発売、ルナソル春コレクション2026シーズンオブエアよりアイカラーレーション N の新色、17ネオデプス、18ハーモナイズドレイ、19アッシュムーン、限定色 EX14 ティーローズ、モノアイカラーレーション新色、17サテンスモーク、13ムーンリットシマー、カラーリングブリーズ05ローズセレニティ、ユージングカラーリップスの新色、11エイプリルキスをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。ルナソルの春コスメが先行発売中ということで、アイカラーレーションはパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。他にも人気の単色アイシャドウの新色2色と大注目の新作チーク、人気リップの新色は一部カラーをご紹介していきますので、少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた2026春コスメのレビューはもちろん、人気アイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ルナソルシーズンオブエア、ご紹介するのはアイカラーレーション N の新色、17ネオデプス、18ハーモナイズドレイ、19アッシュムーン、数量限定色 EX14 ティーローズ。そのベージュは語り出す。凛とした空気に暖かな光が柔らかく差し込み、冬と春の気配が混じり合う揺らぎから生まれる奥行き。肌の美しさを引き出しながらベージュが主張する4色セットアイシャドウ。ルナソルが導く溶け込むだけではないベージュの可能性との出会い。眼差しが今、内なる意志を語り出す。新色の17は、ダークベージュの陰影が軽やかな質感で溶け込み、眼差しを深めるネオデプス。新色18は、春の光を思わせる柔らかな輝きが調和し、透明感を引き出すハーモナイズドレイ。新色19は、ラベンダーニュアンスのグレイッシュな陰影が洗練された印象のアッシュムーン。限定色 EX14 は、ブラウンニュアンスと青みのピンクが華やかに目元を彩るティーローズ。続いて、モノアイカラーレーションの新色、12サテンスモーク、13ムーンリットシマー。まぶたそのものがまばゆく艶めくように。一塗りで光と影を巧みに操り、一色で印象的な奥行きやグラデーションを演出する単色アイシャドウ。12はスモーキーなグレージュが艶やかな陰影を演出するサテンスモーク。13はまぶたそのものが艶めくような明るいハイライト効果を与えるムーンリットシマー。続いてカラーリンググレーズ。柔らかな風がふわりと頬を染めるように。光をはらんだ透明感ある彩りが肌の美しい血色感を引き立てるパウダーチーク。今回ご紹介するのは05。柔らかなローズが静かな血色感を演出するローズセレニティ。続いてフュージングカラーリップス。濃密なカラーが一塗りで滑らかに伸び広がり、湿度感のある艶やかな質感に見せるリップスティック。今回ご紹介するのは11。華やかなコーラルピンクが春の訪れを感じさせるエイプリルキス。それではリップとチークから順にご紹介していきます。今回のコレクションでは人気のフュージングカラーリップスに新色3色と限定色1色が追加。チークは新作タイプで全8色が登場したので、その中から特に気になった2色を購入してみました。フュージングカラーリップス11エイプリルキス。パーソナルカラーにおけるとイエベ春におすすめ。明るく黄身を感じるコーラルピンク。黄身、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとブライトスプリングにおすすめ。カラーリングブリーズ05ローズセレニティ。
パーソナルカラーにおけるとイエベ春におすすめ。明るく黄身を感じるローズピンク。黄身、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとライトスプリング、ブライトスプリング、ビビットスプリングにおすすめ。では、リップから実際に唇の上にのせてみます。フュージングカラーリップスはみずみずしさの中に適度な厚みがあり、乾燥が気になる唇の状態でもスルスル伸び広がってくれます。発色の良さとじゅわっとした質感のバランスが絶妙です。唇の上にのせるとこんな感じです。明るい黄身寄りのピンクですが、黄身が強すぎなくて適度な透明感も残してくれるので、今回のコレクションで登場するベージュやブラウン系のアイシャドウとはもちろん、ピンク系の透明感あふれるアイテムとも相性が良さそうです。春らしいピンクとじゅわっとしたツヤ感の相性が抜群ですね。続いて新作チークを実際に肌の上にのせてみたいと思います。すごく軽やかな粉質でふんわりしていますが、意外と発色が良くてこんな感じで、薄く塗るだけでもきちんと血色を感じられます。軽やかさと発色の良さのバランスがすごくいいです。はい、両方の方にチークを塗ってみました。こちらの新作チークはかなり軽やかで調整がしやすいですが、肌の上にのせるときちっと発色も楽しめて、ふんわり柔らかい質感と発色の良さを同時に叶えてくれます。近くで見るとこんな感じです。今回私が購入した05番はパールやラメが入っていないタイプなので、近くで見ても毛穴や凹凸が悪目立ちすることなく、フラットで綺麗な肌に見せてくれます。パール入りタイプが苦手という方にかなりおすすめです。粉質自体が軽やかなので、重たいマットにならないところもすごくいいです。05番も温かみは感じられますが、黄身が強すぎなくて、きちんと透明感も残してくれるローズカラーなので、春メイクにぴったりだなと思います。チークの05とリップの11番は特に相性がいい感じがします。続いては大人気の単色アイシャドウ、モノアイカラーレーションの新色2色をご紹介していきます。モノアイカラーレーション12サテンスモーク。パーソナルカラーにおけるとブルベ夏におすすめ。くすんだ青みピンクベージュにライラック、ピンク、シルバーのおつぶら目がきらめきます。青み、明るさ、くすみが得意な方。ブルベ夏全般のベーシックカラーにおすすめ。13ムーンリットシマー。パーソナルカラーにおけるとイエベ春におすすめ。明るい黄身ベージュにゴールド、シルバー、ピンクの大つぶら目がきらめきます。黄身、明るさが得意な方、イエベ春全般のベーシックカラーにおすすめ。では実際にまぶたの上にのせてみたいと思います。まずはこちら側に12を塗っていきます。こちらはしっとりした粉質の上に微細なパールとたっぷりの大つぶら目が輝いてツヤツヤな目元に仕上がります。ベースのカラーも程よく陰影をつけてくれるので暖色塗りでもいいですね。反対側には13を塗っていきます。こちらも粉質は全く同じでしっとりしていてパールのツヤと裏目を両方楽しめます。13の方がカラー自体が明るいのでよりツヤを強く感じます。はい、こちら側に12、反対側に13をそれぞれ暖色塗りで仕上げてみました。どちらも使いやすいベーシックなベージュ系ですが、こうして比較してみるとカラーのニュアンスが違いますよね。まず12はかなり青みが強くて、くすみも感じるローズベージュがベースになっているので、上品で落ち着いた印象の目元に仕上がります。単色塗りでも自然に目元に奥行きを与えてくれるような程よい影の効果も感じられます。反対に13は黄みの強いベージュ系カラーなので、肌の色に馴染みやすく自然に使いやすいです。くすみ感もなく12よりも明るいカラーなので、単色塗りでも使いやすいですが、明るさを出したい時やハイライト使いにも良さそうです。自然な青みで程よく透明感を出したい方、くすみカラーで落ち着いた上品なイメージに仕上げたい方は12がおすすめ。程よい黄み感で自然な温かみをプラスしたい方や、明るくラメが際立つカラーをお探しの方は13が使いやすそうです。それぞれ着てみるとこんな感じの違いです。では、ここからはアイカラーレーション N の新色17ネオデプスをご紹介していきます。アイカラーレーション N17 ネオデプス。
パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上は全タイプにおすすめ。肌の色に近い明るい黄身ベージュに、ライラック、ピンク、ゴールドのラメがきらめきます。パーソナルカラー問わず、まぶたを整えるベースやナチュラルなハイライトにおすすめ。右上はイエベ春、イエベ秋におすすめ。ほんのりくすんだ明るいベージュ。微細なパールで自然なツヤを感じます。黄身が得意な方、イエローベース全般のベースカラーに使いやすいです。左下はイエベ秋におすすめ。黄身の強いブラウンにゴールドの微細ラメがきらめきます。黄身、深みが得意な方、イエベ秋全般に使いやすいです。右下はブルベ冬におすすめ。ブラックに近いダークな寒色ブラウン、青み、深みが得意な方に使いやすいです。単色塗りならディープウィンター、ブルベ冬全般の締め色にもおすすめ。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まずは左上のカラーです。こちらはしっとりしていますが軽やかで肌に馴染むような粉質です。ラメも微細なので自然なベースとして使いやすそうですね。1色目、まぶたの上に乗せるとこんな感じです。手元で見た時は多色の微細ラメを感じましたが、まぶたの上に乗せるとラメのカラーは主張しすぎず、程よいツヤ感を与えてくれるような発色です。続いて右上のカラーです。こちらもとてもナチュラルなカラーですね。くすみが効いているので程よい陰影をつけてくれます。2色目、単色塗りだとこんな感じです。肌の色に近い自然なベージュカラーですが、くすみが効いているので、明るさを保ちながらも自然な陰影をつけてくれます。ベーシックな目元に仕上げたい時に大活躍してくれそうです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらはかなり発色が良くて、色味自体にも深みがあるので、しっかりカラーが楽しめますね。高発色カラーとラメのバランスが可愛いです。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。高発色な黄身ブラウンのベースにゴールドのラメがアクセントになっていて、深みと立体感を同時に叶えてくれるカラーです。目元にしっかり陰影をつけたい方や、ブラウンカラーをしっかり楽しみたい方にとてもおすすめです。最後、右下のカラーです。こちらもかなり発色がいいですね。色味自体もダークなので、しっかり目元を引き締めてくれます。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。反対に塗っている3色目と比較をすると、このカラーの青みの強さや深みがわかりやすいと思います。発色自体もとても良く、色味もブラックに近いほど深みがあるので、目元をしっかり引き締めたい方や、コントラストの強いメイクがお好きな方に使いやすそうです。3色目と4色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。では、17ネオデプス。パレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左下のカラーを指にとって、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずは、黄身ブラウンのラメカラーをしっかり発色させていきます。続いて、右下のカラーを指にとって、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。この2色をメインに使うと、はっきりしたコントラストがついた深みのある目元に仕上がりますね。続いて右上のカラーを付属のチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。暗くならないくすみカラーで自然に影をつけておきます。最後、左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。自然に明るさをプラスしておきます。17ネオデプス、パレット全色を使ったメイクが完成しました。今回はパレットの中でも特に深みのあるブラウン2色をメインに使ってみました。大人っぽい落ち着き感のある深みとはっきりしたコントラストを楽しめる目元に仕上がります。黄身と青み、どちらのブラウンも入っているので、全色を組み合わせるとカラーのイメージに寄りすぎなくて、大人っぽい深みが楽しめるところがとても素敵だなと思います。引きで見るとこんな感じです。続いては新色の18ハーモナイズドレイです。アイカラーレーション N18 ハーモナイズドレイ。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、
左上は全タイプにおすすめ。黄身を感じるホワイトのベースにシルバーの大粒ラメがきらめきます。黄身、青み、どちらの要素もあるので、パーソナルカラー問わず、ラメアクセントとして使いやすいです。右上はブルベ夏におすすめ。ほんのりくすんだ明るい青みピンクに、ピンクとブルーの微細ラメがきらめきます。青み、くすみ、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ライトサマー、ミューティッドサマーにおすすめ。左下はイエベ春におすすめ。明るく柔らかいオレンジに、ゴールド、シルバー、ピンクの大粒ラメがきらめきます。黄身、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ブライトスプリングにおすすめ。右下はイエベ春におすすめ。明るいピンクオレンジ、微細なパールで自然なツヤを感じます。黄身、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ブライトスプリングにおすすめ。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に暖色塗りしていきます。まず左上のカラーです。こちらはラメの粒は大きめですが、ラメの量が多すぎないので、とても使いやすい感じがします。この質はしっとりしていて、まぶたに密着してくれます。1色目、暖色塗りだとこんな感じです。ベースのカラーはまぶたの上にのせるとより黄身が際立つので、黄身を感じるベースとシルバーの大粒ラメの黄身と青みのバランスがとてもよく感じます。華やかですがやりすぎ感のないところも使いやすそうです。続いて右上のカラーです。こちらはパールの自然な艶めきがとても上品で綺麗です。2色目、暖色塗りだとこんな感じです。暗く沈みすぎない明るいくすみカラーと微細なパールを感じるツヤ質感の相性がとてもいいです。ふんわり柔らかいくすみカラーを楽しみたい時に使いやすそうです。1色目と2色目、それぞれ引きてみるとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらは通常のアイカラーレーション N の中でもかなりラメの粒が大きくて華やかに仕上がるカラーだと思います。ラメ好きの方にはとてもおすすめです。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。ベースはルナソルらしい明るいオレンジカラーですが、上に大粒の多色ラメが入っている効果で華やかさや特別感を感じられる仕上がりになっています。ラメは肌の上にのせると寒色系のシルバーが際立つので、オレンジに程よい透明感を与えてくれて可愛いです。最後、右下のカラーです。このパレットの中で一番発色がしっかりしていますが、暗く沈みすぎないので、明るいイメージで目元を引き締めてくれます。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。まぶたの上にのせるとよりピンクのニュアンスを強く感じられるようなピンクオレンジに発色します。強いパールやラメは感じないですが、粉質自体に自然なツヤを感じられるので、シメ色というよりもミディアムカラーとして活躍してくれそうです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では18、ハーモナイズドレイ、パレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。大粒のラメカラーで華やかに仕上げていきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの面積3分の1にシメ色としてのせていきます。ホワイトカラーなので強く引き締めるというよりも程よいグラデーションを作っていくようなイメージで使えます。続いて右上のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体にのせていきます。下まぶたには青みカラーを使って透明感を出しておきます。最後、左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。さらにラメを足して華やかにしていきます。18、ハーモナイズドレイ、パレット全色を使ったメイクが完成しました。一見ルナソルらしい明るいオレンジ系のパレットに感じますが、ベースに使ったカラーにはかなり大粒のラメが入っていたり、締め色も淡いニュアンスで仕上がったりなど、いつものルナソルとはまた少し違った温かみと透明感を両立したような目元に仕上がります。締め色なしのパレットですが、質感の違いで自然な立体感を出してくれるので、深いカラーや強いコントラストが苦手という方にも使いやすいと思います。絶妙なピンクオレンジニュアンスがとても可愛いです。
着てみるとこんな感じです。続いては新色の19アッシュムーンです。アイカラーレーション N19 アッシュムーン。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。ホワイトのベースにホワイト、シルバー、ピンク、ライラックのラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般のラメカラーにおすすめ。右上はブルベ夏におすすめ。明るく淡いくすみラベンダーにブルーやパープルの微細ラメがきらめきます。青み、淡さ、くすみが得意な方、ブルベ夏全般に使いやすいです。左下はブルベ夏におすすめ。程よいくすみ感のあるアッシュピンクにラベンダーやピンクの微細ラメがきらめきます。青み、くすみ、淡さが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ライトサマー、ミューティッドサマーにおすすめ。右下はブルベ夏におすすめ。柔らかいピンクブラウンに微細なゴールドラメがきらめきます。青み、明るさが得意な方、ブルベ夏全般の締め色に使いやすいです。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしていきます。まず左上のカラーです。これはベースのカラーもしっかりつきつつ、中に入っているラメも楽しめるようなタイプです。目元がパッと明るくなります。1色目、暖色塗りだとこんな感じです。まぶたの上にのせるとよりベースのホワイトがしっかり発色するので、目元に明るさをプラスしたい時や透明感のあるベースを仕込みたい時に使いやすそうです。続いて右上のカラーです。こちらは発色もほんのりしていて、淡く柔らかく仕上がります。2色目、暖色塗りだとこんな感じです。軽くてさらりとしている粉質で発色もナチュラルなので、透明感を出したい時のベースカラーにも使いやすそうです。中に入っている微細ラメはかなり馴染んでくれます。1色目と2色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらは柔らかいニュアンスながらも、程よく発色も楽しめるタイプです。粉質がしっとりしていて、まぶたへの密着度も高いです。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。色味自体は淡めですが、発色がしっかりしている分、物足りなさがなく、暖色塗りでもふんわりした柔らかい透明感ピンクを楽しめます。程よいくすみ感のアッシュピンクに発色するところが今っぽくてとても可愛いです。最後、右下のカラーです。こちらはこのパレットの中ではかなり発色がいい方ですが、ルナソルのアイカラーレーション全体で見ると淡めな締め色です。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。濃く暗くなりすぎないピンクニュアンスのブラウンにゴールドのラメがアクセントになっています。カラー自体は青み寄りですが、ゴールドラメの効果で程よい血色感が楽しめるところも素敵です。3色目と4色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。では、19のアッシュムーン、パレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。淡いアッシュピンクを今回はメインにしていきます。続いて、右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。指で塗っても色が強く出すぎないので、柔らかいイメージに仕上げたい時に使いやすい締め色です。続いて右上のカラーを付属のチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。下まぶたは淡いラベンダーを塗って透明感をアップさせておきます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。ホワイトカラーでさらに明るさと透明感を出していきます。19アッシュムーン、パレット全色を使ったメイクが完成しました。既存のアイカラーレーション N の中でもかなり淡めの仕上がりなので、強いコントラストや深い色味が苦手という方にとても使いやすいと思います。暗くなりすぎない程度に程よいくすみが効いていて、パレットの名前の通り絶妙なアッシュニュアンスを楽しめます。着てみるとこんな感じです。最後は数量限定色 EX14T ローズをご紹介していきます。アイカラーレーション N EX14T ローズ。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、
左上はウルベ夏、ウルベ冬におすすめ。クリアなベースにピンク、ブルー、ラベンダーのつぶラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般のラメカラーにおすすめ。右上はウルベ夏におすすめ。ほんのりくすんだ淡いラベンダーにブルーのラメがきらめきます。青み、くすみ、淡さが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ライトサマー、クールサマーにおすすめ。左下はウルベ夏、ウルベ冬におすすめ。明るくクリアな青みピンクにブルーのラメがきらめきます。青み、明るさ、澄んだ色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトサマー、クリアウィンターにおすすめ。右下はイエベ春、ウルベ夏におすすめ。ほんのり黄みがかった明るいピンクにブルーとピンクのラメがきらめきます。イエローベース、ブルーベース問わず、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトスプリング、ブライトサマーにおすすめ。では、パレット1色ずつをまぶたの上に短縮塗りしていきます。まず、左上のカラーです。こちらは比較的大粒なラメがしっかりと輝いてくれます。ラメにもカラーが乗っていて可愛いです。1色目短縮塗りだとこんな感じです。派手になりすぎない程度の大粒のラメがしっかり輝いて透明感をアップさせてくれます。ピンクやラベンダーなどまぶたの上でもしっかりラメのカラーが楽しめるところもいいですね。続いて右上のカラーです。こちらはくすみニュアンスの淡いラベンダーです。2色目短縮塗りだとこんな感じです。色味自体は淡いですが、くすみが効いているからか単色塗りでも自然に陰影をつけてくれます。中に入っているブルーラメはかなり馴染んで、顔を動かした時に透明感を楽しめる程度です。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらは発色も良く、色味も鮮やかなタイプです。3色目、単色塗りだとこんな感じです。かなり発色も良く、鮮やかな青みピンクが楽しめます。中に入っているブルーラメはまぶたの上に乗せると馴染んで、程よい透明感をプラスしてくれるようなタイプなので、重さや粉っぽさを感じさせない高発色マットタイプといったイメージで使えます。最後、右下のカラーです。こちらも発色がいいタイプです。4色目、単色塗りだとこんな感じです。反対に塗っている青みの強い3色目と比較をすると、こちらのカラーのベースのピンクに黄みを感じるのがわかりやすいと思います。黄みピンクのベースに青みのラメがしっかり乗っているので、黄みと青みを同時に楽しめるようなタイプです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。EX14T ローズ、パレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずは鮮やかな青みピンクを塗っていきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。黄身と青み両方のピンクを重ねてグラデーションを作っていきます。続いて右上のカラーをチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。下まぶたは落ち着いたくすみピンクでバランスをとっておきます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心に重ねていきます。限定色の EX14T ローズ、パレット全色を使ったメイクが完成しました。今回のコレクションで登場したアイシャドウの中で一番鮮やかなタイプで、はっきりした透明感ピンクを楽しめます。今回は青みの強い鮮やかなピンクをメインに使いましたが、目尻にのせた黄みピンクのベースに青みラメが乗るカラーをメインに使うと、また違ったイメージも楽しめそうです。クリアなピンクカラーが春らしくて可愛いですね。引きで見るとこんな感じです。は
はい、ではこんな感じで12月10日より先行発売中、2026年の1月16日に発売するルナソルの春コレクションをご紹介していきました。人気のアイカラーレーションは、限定色は春らしさ満載のピンク、新色として加わった3色はベーシックに使えるカラーが揃っていて、このバランスがすごくいいなと思いました。とても可愛いコレクションだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。